こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。盆栽界で絶対的な人気を誇る真柏。まさに盆栽の王様と言っても過言ではありません。その真柏の中でさらに特別な存在感を放つ糸魚川真柏。世界中の愛好家を魅了し続けるその魅力と美しさ、そしてその裏であまり語られてこなかった歴史にフォーカスします。これは自然と人間との間に生まれた物語です。今回はここ糸魚川真柏のふるさとでもある新潟県糸魚川市にやってきました。早速行ってみましょう。まずは糸魚川真柏を生み出すこの町の自然環境に迫りたいと思います。翡翠の名産地としても知られているこの土地と真柏の地質学的な関係性や真柏が自生する明星山の特徴について知るためにフォッサマグナミュージアムと入山学友会の方々にお話を伺いました。こんにちは。はい、こんにちは。東京から来ました盆栽クラブ東京と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもフォッサマグナミュージアムの小川原です。小川さんよろしくお願いいたします。早速なんですけど、やっぱりこのちょっと特殊な地形だったりとか地質学的な観点からも、どうやってああいう真柏みたいなものが産出されたのかとかご紹介いただければなと思うんですけど。はい、では早速ご案内しますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。結構その糸魚川真柏をたくさん山取りが行われたっていう明星山、なんか関連するものがあるというふうに。そうなんです。はい、このね白い石が実は明星山と関係してるんですね。こちらですか。はい。これよく見るとなんかちょっと模様が入ってませんか。これね。はい、そうなんです。はい。これがですね腕足類という生き物の殻の化石なんですね。はい。これそうなんです。はい。実はですね、明星山、真柏が生えていることで有名ですけれども、あの山は石灰岩というですね、3億年前のサンゴ礁にいた生き物の化石の石でできている山なんです。ちょっと特殊なんですか。普通なかなか他の山だとないんですか。そういう山。そうですね。はい。やはり石灰岩という石は炭酸カルシウム、石灰の成分が多く入っていますので、成分的にも特殊ですし、こういった化石の入ってくる石ということにもなっていますので、そういったところもあってやはり真柏が生えてくるんだと思います。その真柏っていう植物自体はやっぱあの環境下だからああいうふうに成立してるっていうのは言えますかね。そうだと思います。はい。やはり石灰岩というのはですね、独特なそういう地形を作るということで、有名な石になっていまして。ですからこういった絶壁を作ったりですとか木に必要な養分も非常に少ない石になっていますので、そういった厳しい環境で育つ木でしか育たないようなもの。普通の植物だと生きづらい環境なんですよね。そうですね。そこに何百年何千年っていう時間をかけても真柏っていうのは生きられる木だ。そうですね。はい。ですからそういった木の実が生きている。だからこそそこに真柏があるということだと思います。なるほど。ありがとうございます。これは翡翠ですか。そうなんです。これが翡翠の原石なんですね。大きいですね。そうなんです。もしよければ触ってみませんか。はい。ちょっとね、表面がザラザラして白っぽいと思うんですけれども。はい。これがですね、糸魚川真柏の生えている小滝川翡翠峡ですね。翡翠峡にある翡翠の原石、大体こんな感じなんです。こんななんですね。ではこちらの方がですね、糸魚川の海岸で見つかった翡翠を、展示している場所ということになります。綺麗ですね、この色が。これが、緑色翡翠、緑の足。そうなんです。これはやはり糸魚川を代表する緑色の綺麗な翡翠なんですけれども。なんかこのイメージは強いです。やっぱり翡翠のイメージ。そうですよね。もしよければこれ持ってみますか。いいんですか。持たせていただいても。いいですよ。じゃあちょっとね、特別に開けてみてみましょう。ありがとうございます。こんな貴重なもの持たせてもらえるんですか。はい、どうぞ。重たいので気をつけてくださいね。ありがとうございます。どうぞ。結構重いですね。そうなんです。翡翠というのは、普通の石よりも少し重たい石ということで。重いです、重いです。やはり緑が非常に綺麗な色をしているということで、これ糸魚川を代表する緑色の翡翠ということになっています。貴重なものですね。ありがとうございます。ありがとうございました。
山はやっぱこの糸魚川いくつもこういろんな黒姫だったりとかあるんですけど、入山学友会の皆さんはこの明星山が主になるんでしょうか？ね、明星山がメインで、この明星山の魅力をちょっとお二人からお聞きしたいんですが。はい、明星山はね、これは天山石灰岩の独立峰ですので、頂上に登りますとね、周囲360度全部見渡せます。海からアルプスの果てまでですね。それは登ってみると皆さんうわーっていう歓声の一声で楽しんでいただけるようです。やっぱり自然豊かで、こう登り始めはこう緑の中をこう歩いていきながら、だんだんこう岩肌になっていって、頂上に行くともう岩山っていうもう感じにこうどんどん景色が変わっていくのがいいですね。南壁と言われるこう切り立った山肌のところはクライミングのロッククライミング、そこを登られる方もいるんですけど、数年に一度はちょっとね残念な事故が起きたりとか、楽しい反面その生と死っていうかね、危険と隣り合わせっていうのも皆さんを引きつけるところなのかなと思いますね。なるほど。山がこう、人を引きつけるという、そういうのも魅力なんですかね、含めて険しさも。実際に厳しいところに自生してるんでしょうか、心拍は。はい。ということは一つの花がね飛んでって絶壁の岩壁の割れ目に入って、それで発芽して伸びて大きくなってくると雪崩でダーッと雪が今度、もう無残にも雪でなぎ倒される。また春になると芽が出て伸びてくる。その中で伸びてきた枝が傷ついたところがシャリになって、そうでないとこのわずかに残った皮で生きていく。そういうその生命力の強さ、心拍の中にはねあるんですね。それがどうかすると1000年以上山に自生しているものがあったとお聞きしてるんですけど、そういう木は丸山さんも登山中に入られてる時にご覧になったことはありますか？有名な木がありまして、もう垂直に切り立った岩壁の上にこう垂れて生えてるような。そこは人が行けるような場所じゃない。ちょっと難しい。なるほど。あれですね、この厳しい山の環境下で何百年何千年って育つからああいう樹形になったりとか、あとはさっき丸山さんがおっしゃってたその山が人を引きつけるっていうところは、ただ美しいだけじゃなくてちょっと厳しさがあったり、ちょっと命の危険と隣り合わせっていうのはやっぱこう魅力になっちゃうんですかね。その心拍にこうなんか取りつかれて、みんなこうやっぱ取りに行きたくなったり、自分の手元に置きたくなってね、山取りっていうのが始まったんでしょうね。すいません、今日はどうもありがとうございました。お時間いただいて。ありがとうございました。ありがとうございます。その頃だったら明星山どこでも心拍があったんですよ。でやっぱりいいもんからこう取っていくから、だんだん高いとこだとか絶壁行かないともう取れなくなって、怖いですよ。命がけですもん。だって一緒に行った先輩が落ちたりしてね。重雲や飛龍など今も名品として残る心拍の盆栽は糸魚川の険しい山々から採取されたものです。山取りが全盛期だった頃、実際に山取りをされていた伊藤さんに当時の様子について伺うことができました。糸魚川心拍の最初の発見、歴史をもしご存知でしたら教えていただきたいんですけど。もう歴史は古いからな。昭和の初めくらいに鈴木さんって方が、鈴木太平さん、太平さんですね。その方がおいでになってすぐそこに住んでいたんです。私の上。そうなんですか。じゃあ移住してきてそこに住んで。そうです。そこで山取りをしてそこで育ててたんです。その頃私ら心拍なんていうのは知らなかったんだけど、みんなが取り始めた頃っていうのは当然その価値がもうみんな分かってて、業者とかも入り出して、業者は山取りはできないんですけど、山取りは地元の組合に入ってる方で
入山料を納めて、で期間は大体5月半ばから7月の初めまでって大体決まってるんで、はい、その間に取るんですけど、風吹けばもちろんダメ、雨降ればダメです。当時その山取りっていうのはどういうふうに行われましたか？そうですね、山取りはまず大体2人とか3人で登っていくんで、それも少しずつルートを作って、で取るしても結局石の間にみんな根が入ってるから周りの石を全部はつらなきゃならないんだ、石の間に入ってる根を傷めないように、取ってくるわけです。それを取り外すまでには、ものによるでしょうけど時間にするとどれぐらい1本取るのに大体1時間いや2時間かかります。そんなにかかるんですね。石砕くわけですもんね。現場へ行くだけでももう1時間2時間ぐらいかかりますので。そうですそうですよね。それから1本取るのに1時間とか2時間かかって、帰りの時間も見なきゃいかんしね。かなり危ない場所にも行かれましたね。もちろんもちろん、もう震えますよ下見ると。その経験の中でちょっと本当に怖かったなっていう瞬間というか体験はありますか？ありますね。もう断崖絶壁に1本ロープ砲を張ってあるだけなんで、それにこうつながっていくわけですけど、簡単なとこにはなかなかないですわ。そうですね。それこそヒヤッとする瞬間もあったんですか？ありますあります。滑らしたりとか。もう帰りどうしようかと思ったりね。帰れなくなるんじゃないか。戻れなくなるんじゃないか。そう。山から仲間で取ってきて取ったやつをこう並べるんです。そうすると時間見て仲買の人がもう来て待ってるんです。価格はまちまちですし、1本ものすごいいいのもあるし、全然お金にならないのもあるし。今回のこの僕らのこのテーマもそうなんですけど、自然と人間との対峙、盆栽を通しての話ではあるんですけど、なので結構リアルなお話というかお聞きしたいのが、実際に結構事故があったってお聞きしてるんですよね、山取りの。ありますあります。私がやってる頃で1人2人3人ぐらいが亡くなったんですけど、そんな事故が多発してもやっぱりその当時の人たちが山に入って心拍を必死に取る理由って何だったんでしょう？欲望なのか、ロマンなのか。両方ありますね。私は自分で好きだから育てたいとかそういう気持ちあるけど、第一にはやっぱりいい木を取っていいお金にしたいっていうのが、そういう願望があったんじゃないかな。一本取ってくると当時冷蔵庫だとかテレビなんか1台ポッと買えたからさ。そうか、ものすごい大金になったわけですもんね。それこそ盆栽界で名品って言われるようなものをたくさん取られてると思うんですよ、この糸魚川で。なんか印象に残ってる木ってありますか、伊藤さんが？やっぱりこの飛龍ですね。飛龍の時は、覚えてます？飛龍は私が仲間にならないで、この人たちは4人でもう毎日のようにこれ1本取るのに相当時間かけたんですよ。それはもう下ろしてきた時は伊藤さんも見たんですか？もうそこにあったから何回も見てます。そうですか。ここで活着させるまではずっとありましたので何回も見てますよ。どう思いました？見た時、飛龍最初降りてきた時。やっぱり第一印象はすごいなっていうのと大きいなっていうの印象。これはもう天下一品だっていうことで。で、中にはその飛龍に匹敵するような木も今まだ取られずに残したっていう木があるってお聞きしたんですけど。これを私ら勝手に龍吾の神ってつけたんだけど。龍吾の神。龍吾っていうのは地名なんですけどね。登山道から見れるとこなんですけど。そこの神様ということで。最後に皆さんの目に触れてもらいたいように残したんですよ。でも取れないことはなかったんだけど。取らずにあえて。みんなでこれだけは残そうよして。伊藤さん、今でも山取りしたいですか？いや、私まだね、見て残した木は2、3本あるんですよ。それは覚えてるんですね。行きたいんだけど、取りたいですか？とても行けない。来年はこれ取ろうとかってそういうプランがね。で、今年取りたかったんだけども、天候に恵まれなかったり、先輩が連れてってくれなかったら行けなかったりして、取り残した木が2本だけあるんですよ。それは今も生きてるんですね、山取り。もちろん生きてます。それは結構大きいんですよ。今日はありがとうございました、皆さん。いいえ。糸
糸魚川には現在も地元の心拍を扱う盆栽園があります。姫川園、片岡ガーデン、太田松風園。それぞれの園主に糸魚川心拍の盆栽についてインタビューさせていただきました。こんにちは。はい、こんにちは。盆栽クラブ東京です。いらっしゃいました。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もう早速ちょっとさっきのこのええ頭上のこの木を最初見てうん、びっくりしたんですけど、この木は山鳥ですね。明星山という山から取れた、そうですね、今から5、60年前くらいですね、今から。そうですか。その頃に取れて、根付け作業をやったけど、心拍のこの根がつかなかった。つかずに枯れてしまった木ですね。それで枯れてしまって、残骸がもったいないので、こういうふうに門のところに私を飾ろうかなということで。心拍っていうともちろんその盆栽界ではもう1位のもう一番人気と言っていいぐらいの樹種だと思うんですけど、結構やっぱりこう盆栽愛好家の皆さんも山鳥ってこう山鳥にこだわる方すごく多くてですね、畑で育てた素材だったりするものと、山から取ってきた心拍の違いなんかがもしあれば教えていただきたいんですが。そうですね、これはやっぱり山鳥ものと畑ものでは大きく違いはあります。厳しい岩山にああいった山の気象条件その他ものすごく厳しいところに生えている品物だから、もう腕ぐらいの太さになるのに時には2、300かかるのもざらにあります。なるほど。本当の岩山の絶壁のこういうそういうところに生えた木は特に山鳥でもすごく平らな平管みたいな幹が平たくなる、平たいんですね。平管になる特徴がある。それからこうねじれる、いろいろこう方向を変えて育っていくっていうことですかね、自分で。谷川へぶら下がっていったのが今度下からの煽り風みたいな感じの風で今度は持ち上がって上に行って一旦下がったものがぐるーんと輪っかを描いて今度持ち上がってなるほど上の方へ伸びる。捻転したりするわけですか。自然なんですね。これはこの木の特徴でもあるんですよね。よく今でこそこう心拍の盆栽って埼玉のそれこそ大宮だったり全国で愛好家さんがもう持たれてたりとか育てられてると思うんですけど、ここのその糸魚川の心拍特有の作り方があるっていうふうにお伺いしてるんですよね。そうですかね。はい。糸魚川作りって皆さん言われてる言葉あるけどね。心拍の樹形の生かし方っていうかね、私の場合にはまず樹形作りにおいては自然の厳しい風を感じる木を目指して、簡単に言うとね、風ですか。そういうつもりでやってます。常に心がけて。なるほど。ですから枝はたくさん作らない。あえて少なくするんですね。少なく。間引くということですね。間引いたりして。こんな太い木に釣り鐘をかぶしたようにこういうのを今たくさん見かけるんだけど、よく見ますね。それでは厳しい山の深山に生えてる景色は出ないと思うんですよ。なるほど。そのためにそういうことをやって、この木の持ってる長所を生かすような作り方をしておるんですけどね。本来であればその自然界のああいった厳しい環境下の心拍っていうのは、もちろん枝も枯らして落としますし、そんなに充実はしてないんですね。そうですね。枝数であったりとか葉数っていうのも。そうですそうです。なんかこの土地柄というか、この大自然がやっぱこう広がってる地域ならではの植物じゃないですか、もともと。実際にその山取りされた素材がほとんどですか。私正直に言うと自分で山取りしたっていうのは1回しかないんです。1回ご経験があるんですか。それでも1回30歳代の後半に一度だけやってます。場所はすごく厳しいところで、私そういうのはあまり慣れてない方だったから、でもせっかく行くもんですから欲が出る。取りたいという欲が出るから、それでも頑張って最終的には10本ぐらい取りました。10本ですか。10本ぐらい取りました。すごいですよ。その場所でですか。それはなんかつけるんですか、命綱とか。そこまでつけなくていい。つけないんですね。恐ろしい。もう落ちたらね、だって命はないですもん。これはもう二度と来る
もんじゃないなと思って、感じたんですか、そういう、はい、感じたんです。命の危険ですものね。落ちたらもう死ぬのは間違いないからね。はい。自分で取った木はね、はい3本残ってますよ。 3本記念に残ってるんです残してある。まだ若いですね。山鳥の中では若い。山鳥の中だと若い木なんですか。これだとどれぐらいでしょ100う年経ってないでしょうね。この木は樹齢。 100年でも若いんですか、この山鳥の木っていうのは。 100年でははもう全然貫禄違うね。この木はこれも当時からこの細さでしたか、このもう、樹木ちょっと太りましたね。あ、やっぱ取ったんですね、ここれれでも。 40年以上経つからね、取られてね。すごいですね10本取って7本ついて、うん。それで今3本残ってる。はい。これです。これですか。うん。ちょっといいですか、持って。これもは100年ぐらいですかね。これも当時その山で取られたやつ。その生い立ち知ってるから、はい。やっぱり100年ぐらいになるんですよ。この木で。ああ。チャリとかっていうのは、もうその山にある時点からある。あるんです。あるんですね。天然でできるんです。岩場から落ちる岩石だとか、雪崩だとか、冬場にね、えそういう経験をした木が天然の車輪になるわけ。そういったのが、そういう傷が。今度は人工でやるときにはね、人間がはい、もう全部ナイフやなんか工具で作りますね。皮むいたりして作るんですけどね。そのお話いろいろお聞きして本当にはいありがとうございます。本当でもその山鳥もご経験されててね、なかなか聞けないお話だったと思います。うんこれも今こう世界中の盆栽ファンがいるので、こういう心拍の山鳥の話なんかだとすごくみんなね、貴重なんでね。そうはいですね。本当に今日は聞けてよかったです。ありがとうございました。こんにちは。いらっしゃいませ。盆栽クラブ東京の岡本です。よろしくお願いします。片岡ガーデン片岡です。片岡さんよろしくお願いします。これもうほとんど心拍が多いですか、はいこの木は。心拍っていうのはこの盆栽の中でいうとかなり人気の樹種ですけど、はい魅力っていうのはどこにありますかね。一番魅力は自由になるっていうことと丈夫だってことですね。心拍自体が自由に作れるっていう、作りやすいってことですか。樹形が、ああ、なるほど。それと管理するのに暑さ寒さ、何にでも強いし病気にも強いし、だから普通の人が入るには昔はさつきからって言ってましたけど、今は逆に心拍から入っていただければ初心者にはじゃあ向いてる樹種って最高ことですだと思います。はい。でその心拍の中でもこの地元に根付いてる糸魚川心拍っていうところ、この違いっていうのがもしあれば教えていただきたいんですが、違いってありますか。あります。はっきり違いますけど、え心拍自体は日本全国どこでもあります。世界でもあります。いろんなところいろいろにあります。これから見てると思いますよ。ただ、これがわあすごい。この木自体は北海道心拍なんですよ。北海道心拍。はい。に自分がこれ接ぎ木して、これ北海道の下。これと比べてみると、全然違いますね。この木の元の花ってはい北海道心結拍。これが糸魚川心拍の発祥です。これ色がまず色、太さ。これで山が高くなるほどこれがネズミ色で太くなってきます。なるほど。こうやって見ると全然はっきり違いますね。でも手ではこうやってやって取っていく。短いんですね。すごい全然違います。この長さも違うし。ありがとうございます。すごいわかりやすいです、これだと。やっぱこの糸魚川の心拍が人気な理由っていうのはこの葉性だったりとか、あとはそのやっぱ山鳥の素材も人気ですよね。そうですね。結局こういうのが山鳥なんですけど、ここになるまでに、こういうのだって100年以上楽に経ってますので、年数。そこで細いのもありますけど、そういうのも、こういうのもお客さんから来てちょっと直して今だんだん葉が乗ってきましたけど、そういう感じで、でもこれでも50年、100年、50年じゃもうほとんどこういうシャリ、こういうふうにはならないですね。ならない。挿し木で作ってこういうことができるかっていうぐらいまで削ってあるのがあります。いわゆるこの板シャリってやつですかね。板シャリもあるし、いろいろあります。ちょっと今やってる途中のものとかないですか。こういうのも全部。これ今やったばっかりのものですかね。これはそうですね。こういう感じのものを。すごい。こうやって。すごいですね。これ削ったんですか。はい。あっちにはもっと。ここまでできるんですね。はい。そこよりももっと向こうの方にもっとこれはそこへ丸めきみたいのを
こう平でした。こんなに薄くしても大丈夫なんですか？山ではもっとひどいのがいっぱいありますので、それでも生きてるやつがある。これもそう。これ全部枝枯れてこうなってたやつを逆に植え替えて、こういうふうにしてこれだけ生かしてこれで。味ありますね。でこれで見れるでしょ。見れます見れます。これを飾れる。こうなってたわけですよね。こういう感じで。ああ、植え替えの時に向きを。これが枯れたのを、ただこれがこっちに行ったのをどういうふうに作るかが想像力。想像力、発想力ですね。発想力。すげえ。これもみんなこういうところを山のシャリはもっとこう肘っていうのは大きいんですけど大きく削ったり。で出来上がって小さいの削ったのいっぱいありますので、そうですか。それを見てもらえれば、ぜひ。でもああいうのから作るの面白そうですね。自分で削り出して。はい。結局これが挿し木から作ってある程度業者のとこから素材を買ってきて、すごいすごい。雪削りしてますけど、すごいですねこれ。ここにあるのが大体みんなそうやって削った品物で。これすごいよ。ほら。これで生きてるんですね。ここで。どうやってこれ水吸ってるんですかこれ。いや本当にどこで水吸ってるかなっていうのも結構あります。いや本当これ信じられないですね。これか。はい。でこれもみんなここらにあるのは大体削った品物ですほとんど。でこういう曲なものを買ってきてここへうねりつけるっていうか。こんなに平べったいです。でも傷まないから。これすごいな。なんかこの木の生命力凄まじいですね。凄まじいです。はい。これのが天然物なんだけど、これは削ってないんですよ。これ天然物の、シャリですね。シャリってこと。これだけ生きてるだけで。なんかやっぱ違いますね。人工的に作ったもの、自然なものだから。それがやっぱり味っていうか。本物やっぱ見てることが大事です。絶対。サッカー。何でもそうだね。絵でも何でもそうだけど、見ないといいもんと悪いもん。素人の絵ばっか並べてみとってもやっぱりプロの絵とはどっか違うから、いやっともう残るとかあるんですよ。それと同じでいいもんを見るとやっぱりどっか違う。片岡さん今日はありがとうございました。いろいろ見させていただきまして、いろんな木を見させてもらった中で本当にますます心拍の魅力が知れば知るほど楽しいと思います。そうですよね。奥深いと思いました。今日本当にありがとうございました。貴重なお時間いただいてありがとうございます。今作業中でお邪魔してすみません。いい。これが今作業中の木は糸魚川心拍。そうですそうです。山鳥ですか？そうです。何年ぐらいもう樹齢でいうといってる木なんでしょう？そうですね。樹齢でいうと100年ぐらいですよね。100年もうちょっとになるかもしれません。心拍のね樹齢ってよくお話よく聞くかもしれんけども、実際にはこちらの方に本当の元はこちらの方にあったわけですね。で何かで傷がついた時にその傷を普通ですとこう肉が乗っかってくるんですが、肉巻きでって言いますね。肉巻きますね。ところが心拍は逃げるという言い方をしまして、こちらにこう動いてくるんですね。逃げる。この生きているいわゆる水脈の部分がこちらにこう移動してくるわけですね。ですから実際にこちらの方にもう少しあったんじゃないかということになっていくと、特にこう割れてますよね。これですか？色みたいになってますね。これはこういう具合になってこういわゆる板状のシャリが本来あったはずなんですけども、そうですからそうすると何百年ということになるんですけども、そういったところで判断できるんですか？そうです。古さというのはすごいですね。でも時代を感じるというか、そうですね。そういう意味では現れるっていうのは心拍っていうのはちょっと変わった樹種かもしれないね。肥料の使い方はやっぱりこっちの糸魚川のやり方とこっちの関東、例えば大宮だったりとか埼玉のやり方ではやっぱり違いますか？
中央の方々ほどやっぱり肥料は多いですよね。ああ、そうですか。多くやれという言い方で、それ結局葉数をたくさん作るためなんですが。そうですよね。上を元気づけるために。こっちは控えめですか？いや、私は控えめなんです。あ、そうですか。太田さん控えめで。まあそれがね、こうフラフラしたもの、いわゆる文人模様であればあるほど、葉数はある程度抑えた方が軽く見れるわけですよね。水は辛めですか？水は十分にやった方がいいですね。十分にあげる。ああ、そうですか。こういう具合に葉を抑えていくの、今これみんなこういう状態になってるわけですよね。今これ伸びてるピンピンピン。ちょっとここいいですか？作業を見させていただいて。こういう状態で中芽を切るわけですね。これが取ったやつ。切る位置っていうのは何かポイントありますか？それがこの全体にこうどっかに標準が起きまして、その線に合わせて押さえて。なるほどな。だからこれが今その状態になってる。こっちはもう住んでる状態ですね。でみんなこういう状態になったんです。ピン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 飛んでたんで、だからそれをこういうふうに止めてるんですね。これですね。で実はですね、私のところこれ全部冬の間は一歩も外に置けませんので、全部これ3段ぐらいになって入ってたんです。中に入れるんですか？冬の間。そうです。もう2メーター50から積もりますんで、塀の一番上まで積もります。塀の一番上ですか？あそこまでですか？はい。今年はまあ多少少なかったですけども、その外に出したまだ間もない木、ちょっと見せていただいてもよろしいですか？どうぞどうぞ。これなんかがですね、割に山から出てそう大したことないんですが、こういう状態、これ太いようですけども、まだこれ割に平らですよね。そうですね。そういうことか。そういうことになっている。例えばこういうなんかもそうなんですが、だんだんにですね、この葉を作ってくるに従って水脈が太くなる。ここが太ってしまう。水脈が太くなると相対的にこのシャリの部分が細く見えるようになるんで、それを避けたい。避けたいですね。そういうことです。この辺の木はほとんど山鳥のものが多いですか？山鳥だけです。山鳥だけですか？でこの前にあるものの中に挿し木から作ったものは何点かありますが、あとこれ全部山鳥です。こういったこの幹毛とかっていうのも自然にできるものですよね。しかしこの細くなんですけど硬いんですよね。硬いです。なぜ硬いかって言いますとね、いわゆる年輪と年輪がピタッとひっついた状態で生きてるんですよ。だから硬いわけですね。白田の部分がない。年輪のこの間がっていうか。そうです。年輪と年輪。だから年輪がないことがあるんだって山鳥なさる方いらっしゃるんですけども、年輪がないってことはないだろうと思うんですが、いわゆるこうピタッとこうひっついてます。だから硬い。年輪と年輪がついたような状態でこう成長してきてるもんですから、わずかこれぐらいでもとんでもない年数が経ってるわけですね。そうなんですね。ここの棚場だけではなくて、まだ他にも棚場が。住まいがあと向こうなんですが、あそこのご自宅、あちらですか。はい。ちょっとあっちも見せていただいてもよろしいですか。どうぞ。この木とこの木でもなんか色が違いますね。はい。今そちらの左手はね、レンゲ心拍っていう言葉がここら辺であるんですが、標高の高いところのものが紫外線の関係で葉の色が強くなるんです。濃くなるんですね。そうです。標高が高い方が濃くなるんですね。だから明星がご案内の通り1100になってますけども、そのあたりが一番綺麗な葉なんですよね。それから高くなっていくとだんだん色が強くなってそういう色。なるほど。だから幹はいいんですけれども、葉は糸魚川では通らないんで、いい幹なんですけどもね。幹はすごいですね。だからそういうものに追記をするんだそうです。そこに明星って木の話聞いたことありません？明星。そこに明星山がありますが。明星山、はい。そこにある写真が明星っていう木なんですけどね。名がもう明星って言うんですね。そうです。明星山で取れたんですか？そうです。でうちの祖父が根付けをしたということで今残ったんですが、ここで枯れたんですけどね、最終的に。ここで枯れたんですか？ちょっといいですか？お邪魔します。どうぞ。根付け者っていう言い方するんですか？根付けした人で、培養者も名前あって、仲介者も。記録残してるんですね。これはね、80銭ばかしかないんですよ。もっと大変に見えますね、あれだとね。大変だね。
ちょうこれどははっきり映ってるかな。これが前の置き場、私の置き場だったんで、ここは3回ぐらい書いてあるんですけど。これすごいですね。そうです。ロープ一そういう。本でそうです。降りて、そうですね。山取りっていうのこういう風にしてたのか。まあまあ、大変なことです。大変なことですね。ここら辺で山取りに入った人は、自分が好きですから入るんですけどね。そうするともう、一度それを目にしてくると、取れなくても、あそこに合気があったなというのが、夜夢に見てね、夢に出てくるんだそうですよ。どんなに家族が行くなと言っても、やっぱり、そーっとこう行くんですよ。いや、もう取りつかれちゃってるんですね、木にね。そうですね。一回見ちゃうと、どうしてもその木が。やっぱり魅力があるんですよね。当時は、まあ、それだけこう山取りが盛んになって、山の中の心拍がどんどんなくなっていって、で、やっぱりまあ、ある意味でこう自然界にあったものをこう人間たちの手によってこう下ろしてくるわけじゃないですか。そういったものっていうのを、太田さんの個人的なもう気持ちでいいんですけど、どう思いますか、そういったものは。趣味の世界のですね、常だろうと思いますけども、関わる人間はみんなそれに関心があって、それが安くないというところに非常に大きなまた魅力がそこに加わるわけです、ね。そうですね。それをどうこうという言い方は私の立場としては言えないけど、ただ、生き物であるだけに、また繰り返すということは言えると思うんですね。今の状態で山がそのままいけば、300年、400年、500年経てば、同じような時期が来るでしょうね。繰り返されていくっていうところですね。だからそういうことでは責任逃れの一端は言えるのかもしれないけど。まあでも本当に自然となんか人間とのまあ戦いじゃないですけど、なんかこう物語ですよね、一つのその山取りの歴史っていうのは。まあそれがまさに歴史になるわけですけど。そうですね。ただもうね、よくこんな話をすることなんですよ。それじゃあそれをそのままね、山に残しておいて、世の中に何も知られなくて、そのまま枯れていったら、それはそれでどうなんだという、それも一つの歴史ですから、それはそうだと思うんです。だけども、関心ある人がそれを命を懸けて出して、それを楽しんでもらってという人間中心の考えだけども、ともかくそこに一つの歴史が作られるとすれば、それも価値があるんじゃないのと、こういう話になる。なるほど。もしそのまま山にあって誰も興味持たなかったらただの木ですからね。そうですね。一つの芸術作品となって世界中の人から注目を浴びるっていう、それもロマンですね、一つ。だからそういう言い方をしていいのがありました。ありがとうございました。いえ、どうもお恥ずかしいございます。とんでもないです。ありがとうございます。世界的に人気の糸魚川心拍ですが、技術者の高齢化が進み、後継者不足の課題に直面しています。この素晴らしい文化を後世に残すための取り組みや今後のビジョンを、盆栽協会糸魚川支部事務局長で、糸魚川心拍保存会のメンバーである山田さんにお話ししていただきました。こんにちは。はい、いらっしゃい。お邪魔します。ご苦労様です。これもう山田さんの個人の、そうです。個人の花場です。パッと多分見てる方たちはこれ盆栽園だと思われるんですよね。まあそうですかね。個人の棚場でここまでのものは僕も見たことないんですけど、すごいな。ここ作業場っていうか冬囲いの場所で、ここがで今が作業場になってる。作業場ですね。ちょっと暗いかもしれない。この木が。これも糸魚川市のパンフレットでもね、そうですね。表紙になってる木ですよね。はい。いや、すごい木ですね、これも。傘がこういう小さい感じだったんだけど、でそれがもう私の時来て写真撮った時にはもうこれ短くなっちゃった。そう落として枝を落として銀にしてるっていうね。糸魚川の保存会の若手のホープだと言われてる山田さんに若手のホープ。はい。今日お時間いただいてるんですけども、そんなにごめんなさい、失礼な言い方になっちゃいますけど、今高齢化ですか、はい、保存会っていうのは。はい。間違いなくあれですね。私がつい先日まで74歳で一番若かったんだから。そうですか。活動の内容としてはどういうことを？ここ5年間はまず糸魚川市で糸魚川心拍活性化プロジェクトっていうのがありまして、心拍とかですね、地域の方に募って
で手を挙げてもらった方から我々を選んで、ホストマグナミュージアムなんかに植えていただいて、それを維持管理させてもらっているのが我々の今年間の仕事ですね。なるほどなるほど。今この糸魚川心拍の今後の大きな課題っていうか、今直面している問題みたいなものっていうのはあるんですか？まあ一番はその有識者会議でも話出たんですけど、まずはやっぱり後継者ですよね。別に地元でなくてもいいんですけど、要はいかにこの技術継承していくか、どうするかというもんですね。まあものはあるんで、それと心拍っていうのは山鳥はもうちょっとこの辺は不可能になってきてますけど、挿し木することによって親と同じクローンをいっぱい作ることができるんで、私も挿し木たくさん今やってますけど、もう私は自分で作る気はさらさらないんで、次世代のために今年も200本、5年前から毎年200本ずつやってる。増やしてるんですね、どんどん。で増やして、次の世代の誰のとこ行くか分かんないけど、素材をとにかくやってる、増やしていく。この4月1日から10年間で、まずは要は技術の継承をしていきましょう。だから観光にどうやってつなげられるだろうか。いろんな方が来られても見るところがあるのかって、じゃあそういうところをどうやってやったらできるんだろうかとか、そういうのの一応提言を刷新させてもらって、今糸魚川は翡翠の町ってなってるけど、じゃあ翡翠プラス糸魚川心拍、我々どんどん高齢化していくんで、その10年経った時には我々がどこまでお手伝いできてたかちょっと疑問なぐらいの高齢者ばかりだからなんですけど、それを少しでも若い世代につなげていきたいなと。県外だろうとどこであろうと、自分ここの糸魚川盆栽会に入りたいという人はもうウェルカムなんですよ。もう住んでる場所がもう全然関係ない。で特に今もう東京とか富山県の方とか、上越市の方とか、もう全然あれじゃない。山田さん、今日は貴重なお話いろいろ聞かせていただいてありがとうございます。いいえ、とんでもございません。ありがとうございました。この保存会の方のお話も聞けたのでね、今後のこの糸魚川心拍の行く末であったりとか、これからの希望であったりとかっていうところも含めて、これからもぜひ頑張っていただきたいなと思うのと、微力ながら僕らもちょっとお力添えできたらなと思いますので、お手伝いさせていただければと思います。ありがとうございます。会長不在ですけども、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうも。はい、ということで今回この糸魚川心拍の特集を取材させていただきたいというところで、ご協力いただいたセオドア・ブラウンさん、本当今回はありがとうございました。ご協力いただいて。こちらこそありがとうございます。もう本当にこの糸魚川心拍の歴史から素晴らしいこの自然の風景を撮影する上で、さまざまな絶景のスポットなんかもご紹介いただいて、全体的なこのコーディネートまでしていただけたこと、本当感謝してます。ありがとうございます。でちょっとこのセオダーさんの方でも今取り組んでいらっしゃるこの心拍というこの文化を残していくための活動であったりとか、そういったところをちょっとお聞かせいただければなと思います。じゃあ今は糸魚川市と糸魚川ジオパークの方では糸魚川心拍保存活用計画を今取り組んでいます。この計画の主な目的は、今は糸魚川市は世界中に愛されている糸魚川心拍という特別な木があります、地域資源がありますが、地元ではあまり知られてないというところもありますし、その関係人口も昔と比べたらだんだん減って、高齢化も進んでおりますので、ぜひこの糸魚川心拍の魅力を世界に発信しながら次世代につなげていきたいと思っています。これはもうこの糸魚川心拍に限らず、この盆栽界全体の今後の課題だとは思うんですけど、やっぱり今かつての先輩方からの継承ですね、新たな次の盆栽の世代、若い世代にどんどん継承していくっていうことがないと、なかなかこの盆栽文化ももちろん続いていかないですし、
なんかそういった取り組みが今後は必要になってくるかもしれませんね、どの自治体でも。糸魚川市でもこういう独自の盆栽文化は50年も100年も200年後でもちょっと楽しめるように取り組んでいきたいと思っています。今回ちょっとセオドアさんとの出会いもあってせっかくなんでお聞きしたいんですけど、ご出身はどちらですか？私はアメリカちょっとオハイオ州というちょっと北の方にあるところなんですけど、今糸魚川は約20年間住んでいます。なんかご自身の中で惹かれるものがやっぱりあったんでしょうか、この町というかこのそうですね、糸魚川に対しても。やっぱり糸魚川は非常に自然が綺麗なところですけど、それだけじゃなくてやっぱりその自然もその文化にもすごい奥深さがあります。私20年住んでてもまだまだちょっと毎日のように新しいことも勉強してますので、こういう糸魚川心拍や糸魚川ジオパークで取り組んでいきたいと思ってます。そうですよね、瀬尾さんみたいに海外の方からだからこそ見えてくるこの糸魚川の自然の魅力だったりとか文化の魅力がきっとあるんですよね。どんどんなんか若い方が移り住んできてくれたりとか、住むまで行かなくても遊びに来てこういう心拍だったりとかこの文化に触れてもらえたら理想ですよね。そうですね、どんどんもう来てほしいです。はい、今回はありがとうございました。どうもありがとうございました。